皆さん、こんにちは。今回は高血圧性心臓病で、LADLCX にそこそこの狭窄があって、で、そういう方が心臓リハビリテーションを半年実施した、それからベータブロッカーを中止した、その後ですね、以前お話しした内容の心理学実施後のデータについてを見てみたいと思います。80歳代の女性でした。で、病気は高血圧性心臓病。この方は、前も言いましたけれども、デセレーションタイムがちょっと長いと。333。で、それから動脈硬化いっぱいあって、狭窄がいっぱいあると。で、A1C は 7.0 というところでしたね。前回ビソプロロール使ってたんですけれども、今回はそれが中止されています。データなんですけれども、安静時の心拍数、ベータブロッカーやめただけか、その時にちょっと緊張したのかわかんないですけど、73が94になっています。で、終わった時が120が144にちゃんと増えていますね。その他は特に大きい変化はないということです。で、今回も虚血を示唆する心電図変化は最終的なところまでありませんでした。運動対応能に関しまして、これも前回、今回、同じスケールで並べてありますけれども、パッと見てわかんない、ちょっとこの運動終点が伸びてますよね。たくさん焦げるようになったと。それに応じて、ピークの VO2 も772が837、77% が 84% になったと。AT も582が603で 3% 伸びたと。5ヶ月間の心臓リハビリテーションの効果がちゃんと出ているというところです。心臓のポンプ機能関連で VO2 オーバーハートレート、O2 パルス関連、ピークに関しまして、これ緑が O2 パルス VO2 オーバーハートレートなんですけど、これ変わってないんですね。不変。パターンに関しましては、前回は早期閉定化なしなんですけれども、今回これ平らになりましたよね。で、どっから平らになってるかっていうと、ハートレートが大体この辺りかなと言って115ぐらい。で、前回も115のとこかかってたんですけど、前回この後ぴょこんと上がってて、この辺手をギュッと握りしめるかどうかで変わったりするので、わかんないところなんですけど、今回はここで平らになり始めました。で、最後に、ここでまたぴょんって上がってるんですけれども、これはやっぱり少し何か体を動かしたり余計な筋肉使ったって影響なのかもしれません。ただパターンとしては横になっていると考えていいかなと思います。前回お話ししました通り、運動終了時の心拍数が十分増えていなかったので、この後の変化見えなかった可能性があると言いましたけれども、やっぱりこの後は VO2 オーバーハートレート伸びなくて閉定化してたんだなと。で、ST 変化ないですから、そうすると拡張障害の影響が出てきてるのかなということは考えていいかなと思います。VV-CO2 関係。これはですね、前回 35.6、今回 35.0 ですね。ここの緑の高さですね。緑のところが下がっていって、これはVQ ミスマッチ、それから血管内細胞機能、この辺が良くなったということです。で、スロープに関して、スロープはですね、前回 29.6、今回 31.6 でちょっと悪くなったかなという感じなんですけれども、ほとんど正常範囲内での変化だったら、これはそんな悪くなったなと、僕は特にことさらコメントはしないことが多いです。骨格筋関係でピークワークレート。これあまり伸びていない。前回の 61W が 63W。ただもともとは 93% ですから、そういうのをさらに伸ばすって結構時間かかるんですよ。ですから 2W でも伸びたっていうのは頑張ったかなというふうに思います。で、この傾き 7.7 だったのが 8.0 ということで、骨格筋への血流分布が良くなったのか、あるいはタイプ1ファイバーの酸化が多くなったのか、そのどっちかということで、いずれにしてもいい方向に向かっていると。これも心臓リハビリテーションの効果と考えていいと思います。ということで、AT が 3.3 メッツは 3.4 メッツ、ピーク 4.3 メッツが 4.7 メッツ、V vs VCO2 のミニマムが 35.6 から 35.0 で良くなったと。で、スロープだけはちょっと上がっちゃったんですけどもね。で、O2 パルスも O2 パルスが 6.4 が 5.8、計算上 5.8 になってる。むしろちょっと下がっちゃってるんですね。データワークレートは 7.7 が 8.0 と。良くなっていると。マキシマム ETCO2、これカーディアックアウトプットの指標なんですけども、これは 5.52 が 5.5 に全く変わってないんですね。
この O2 パルスがなぜ下がったかっていうと、これ心拍応答がやはり良くなったんですよ。脈が速くなったから、あまり熱心に縮まないでもカーディアックアウトプットを維持できるということで、ちょっと心臓が休んだのかもしれません。ストロークボリュームの指標がちょっと少ない数字になったということですね。注目すべきポイントは、運動対応とピークハートレートが改善したことによって、虚血が新たに出るか、拡張障害の影響が出るかっていうのを、改めてやっぱり確認するべきで、そこら辺を見てみましょうと。で、虚血のサインとしての共通心電図変化はありませんでした。で、O2 パルスの早期閉廷があったんですけれども、心電図変化ないので、虚血のサインとはちょっと考えづらいかなとは思うんです。ただし、やっぱりすごい動脈硬化あるのは事実ですから、虚血もほんのちょっと、数%絡んでるかなっていう気持ちはちょっとあるんです。ただ、心電図変化ないということで、可能性は相当低いかなというふうには思います。こういうのあったからすぐ PCI しようっていうんじゃなくて、ここはプラークがラプチャーしないように、それから前回も言いましたけれども、動脈硬化病変を小さくさせるように頑張ると。それは心理派の仕事ですから、そういうふうに考えたいと思います。で、拡張障害の悪影響って、これはハートレート115以上だとやっぱり出ましたよということは分かりました。報告書です。運動対応が改善して正常化しました。で、骨格筋も筋力、酸化酵素活性ともに正常化しました。もともと正常なんですけども、さらに改善していますと。で、心機能は O2 パルスで見ると、ピークはやや低下してるんですが、これは心拍応答が良くなったためのものだと思います。カーディアックアウトプットの指標であるエンドタイダル CO2 は、変化がなく正常でした。で、スロープはやや低下していますが、理由としてなかなか難しいんですけれども、カーディアックアウトプット維持されているから、いいかなというふうに考えます。で、パターンとしては早期閉廷化が顕在化したということです。運動対応の改善、ベータ遮断薬オフプラス心理肺により、運動中の心拍応答が改善した。ハートレート115以上で、速歩への増加応答が停止しておりますので、それは拡張障害の影響と思われますので、それ以上での、運動療法はちょっと負担かかるので、それ未満での運動療法が望まれるということをコメントに残しておきます。この症例のポイントです。心臓リハビリテーションによって運動対応能は改善しました。ピークハートレートが十分に上昇し、以前より高い運動強度まで到達できました。心拍数が約115回以上から O2 パルスの早期閉廷化が出現しました。これは胸痛や虚血性 ST 変化を認めなかったため、虚血が原因とは考えにくいと思われます。HFpEF 拡張障害の影響が顕在化した可能性が考えやすいと思われます。運動対応能が改善すると、これまで見えなかった病態が見えてくることがあります。CPX は運動能力を評価するだけではなく、治療後に新たな病態を可視化できる検査でもあります。良くなったら終わりではありません。改善したからこそ初めて見えてくる病態があるということに注目してください。以上です。どうもありがとうございました。